おはようございます。ベトナム縦断も9日目になりました。僕は今世界遺産でありますフエの定陵というところに来ています。フエはベトナム最後の王朝であるグエン朝のですね、首都がずっと置かれた場所なんですけれども、おおすごい。でそのフエの定陵に来ているんですが、ここは初代下流亭っていうところの定陵に来てるんですけど、世界遺産なのにあんま整備がされてないですね。すごいなって感じです。グエン朝は1802年から1945年まで続いた王朝ですが、僕は今その初代の皇帝が眠る下流亭という人のですね定陵に来ています。皇帝のお墓がですね、フエの近くには7つあります。皇帝自体は13代続いたんですけれども、なんか全部の皇帝の歴史とか見てみると、結構なんかもう数日しか在位しなかったとか、重臣に裏切られて暗殺されちゃったとか、いろいろとやっぱ時代時代でそのベトナムの歴史に翻弄された皇帝たちがいたりして、13代全員分の墓があるわけじゃないんですね。おお、ここまで来ると綺麗だな。おっと、すごい滑る。危ないな。で、ここはその中でも初代の下流亭と呼ばれる人のお墓です。中は入れないみたいですね。グエン朝自体は1802年とかそのぐらいにできて、この下流亭は1820年に死んじゃうんですけど、この墓も1820年にできた墓だそうです。半世紀ぐらいしてしまうとフランスに占領されてしまうんですが、やっぱり一番最初のあたりはまだものすごい中華風ですね。ただですね、この7つある定陵のうち観光客におすすめされてるのは3つでして、実はこの初代は全然おすすめされてないです。っていうのはやっぱさっきもちょっと来て思ったんですけど、道が全然舗装されてなかったり、まだ修復が全然されてない感じがします。ここベトナム戦争のですね激戦地だったんですね。フエの町自体が。だからやっぱり修繕が全然されてないものもされてなくて、基本的には2代目とあと4代目とあと12代目、このお墓はフエの、観光政府からもお勧めされているという感じになります。はい。風水をすごい重視してたってことですかね。ちょっとある程度広さがあるので、どこが本体なのかちょっといまいち分かんないですねフエの中心地からはこの初代の下流亭の墓が一番遠くてですね、これは登れないよな。30分ぐらいかかりました。ここですね、ジアロンっていうのが下流亭です。おお、すごい。下流亭はわざわざここまで来て
ご本人が自らこの墓の場所まで選定したそうです。なんかいいですね。借景とはちょっと違うんですけど、すごい綺麗な感じですね。やっぱ中国風ですね。この階段のところが竜になってるのとかは。今昼の1時というですね、観光客が最もいてもおかしくない時間なんですけれども、誰もいないですね。一応修復が全然されてないとはいえ、7つの庭園は全部世界遺産になってます。だけどやっぱりあんまりお勧めされてないからみんな来ないんですね。僕もあんまりお勧めではないって言われたから来なくていいかなと思ったんですが、ただまあ何でも初代のは面白いんじゃないかなと思って来てみちゃいました。あっちの方にも墓が広がってるのでもうちょっと見てみます。なんかちょっと兵馬俑っぽいものがありますね。これはおそらく軍装した象と馬、軍馬でしょうね。ここら辺も軍人なので、あそこら辺は文人ですけれども、こっちは軍人ですね。やっぱちょっと中国の影響を受けていますので、やっぱこういうのが好きだった感じでしょうか。Be careful, slippery floor って書いてありますけど、本当にですね、この苔が、ここ今ないんですけども、他の石段がですね、すごい苔だらけで、本当に危ないです。絶対にこれ転んで怪我する人、毎年いるだろうなっていう感じがしますね。あの中は入れないんだけれども、兵馬俑っぽいのが、持ってるってことは、もしかしたらここの奥に墓があるのかな。遺体がどこに安置されてるんだろうって感じですね。やっぱここの先に墓が置かれてるそうです。でも入れないですね。ちょっと覗けますけど、なんか今ちょっとネットで見たんですけど、ここら辺の穴、これ全部ベトナム戦争の時の銃弾の跡だそうです。こう考えると、自分の墓が戦場になるってなんか悲しいですね。いやー、でもすごい綺麗ですね。あそこになんか塔が2つあります。いやー、でもなんかすごいいいお墓なので、ちょっといつかちゃんと修繕されることを願いますね。ちょっともったいないですね。こんな汚い墓じゃないんでしょうね。本当は最初はきらびやかだったんでしょうけど、今はちょっとこの辺りって苔だらけですね。ちょっと湿度が高いからしょうがないですけど。はい。第2代にあたりますミンマン邸、メイメイ邸ですねの墓に来てます。
こは完全な観光地ですね。しっかり整備されてます。やっぱりなんかさっきの初代のところはあんまおすすめされてなかったのがよくわかる感じではあります。どっかのバックパッカーがおすすめしてるとかではなくて、2台4台12台のが観光地としてはおすすめですっていうのはベトナム政府当局がおすすめしたりしてですね、やっぱり正しいっちゃ正しいんだなって感じですね。なんだろう、なんか欧米からのお坊さんみたいな集団が来てるな。このメメテのところもやっぱりおっと滑るな、ここも、兵馬俑みたいなものがありますね。立派ですね。完全な中国風。そのメメテの人生みたいのをちょっとウェブの記事でいくらか見てみたんですけど、メメテは完全に排仏主義者といいますか、ちょっとフランスの影響を排してなるべく儒教的な旧来のベトナム的な価値観で国をまとめようとした人だそうです。だからもう完全に中国式ですもんね、こうやって見ても。グエン朝っていう王朝自体はフランスの宣教師たちの協力を借りて王朝を建てたような人たちなので、元からフランスの影響がそこそこある成り立ちをしています。なのでフランスの影響力を排す、つまり排仏運動をするっていうのは結構困難だったんだろうなと思います。1820年から1841年の在位って書いてありましたね。民民帝、メイメイ帝は。よいしょ。でもこうやって見ると立派ですね。完全に当時の大清帝国のものを模して作ったんだろうなって感じの中国風のものになってますね。このもう純粋な小中華的な作りはこの第2代ぐらいまでが最盛期だそうでして、グエン朝が最も良かった時期といいますか、民族自立を達成できてた時期かもしれないですね。この後ベトナムは大変なことになっていってしまうので、その前の実にベトナムらしい、てか歴代の歴史的なベトナムらしい感じの墓がこのメイメイ帝の墓なんだと思います。立派なもんですね。ヒエンドゥックゲート、ケイトかもって読むのかな。あと完全に中国的と言いますか、儒教的な感じなんでしょうね。ここも当然世界遺産になっている有名なお墓になります。危な。タートゥンテンプル、1843年に建てられた寺って書いてありますね。崩御が1841年だから、その後すぐ建てられたってことですね。今ここら辺にいるのかな。いや、しかしさっきから転びそうになってる人がいっぱいいるんですけど、これは気をつけて歩いた方がいいですね。この石畳が
上に苔が生えちゃったりしてめちゃくちゃ滑りやすかったり、特にさっきまで雨が降っててちょっと寒かったのもあるんですけど、雨が降ってて石畳が浮いちゃったりしてるとこもあるんですね。これは危ない。おお、đi đi. Sao ở đây cái bậc thang nó cao quá đi. 立派な鯉が泳いでますね。あ、これがパビリオンってなってます。ここだけ見ると中国のどっかですって言われてもそうだなとしか思わないような感じの作りですね。あそこが寮母でしょう。おそらくあそこがお墓だと思います。ここがきっとハスの花が咲くんでしょうね。ベトナムの国の花が咲くんだろうなと思います。ちょっと意味が分かりませんけれども、やっぱり正しくあるべきだみたいなことが書いてありますね。やっぱ本当に儒教の影響を強く受けた発想というか思考の人だったんだろうなと思います。今回ベトナム縦断で南から北に上がってきてますけれども、やっぱり歴代のベトナムって南部と中部と北部で国が違うんですよね。でやっぱりグエン朝はベトナムを統一していたから、結局はこの人たちの発想がベトナム全体の発想になってきますけども、やっぱそれ以前は統一されていたりいなかったりするわけで、先ほどっていうか、数日前までいたダナンとかニャチャンだとやっぱチャンパ王国の影響がすごい強いと思うんですが、やっぱグエン朝は北方の人たちだから基本的にはやっぱり中国の影響が強いんでしょうね。めちゃくちゃ中国って感じですね。ここが寮母です。これ以上先には行けません。ああいうとこ見るとやっぱりなんかあれって砲弾の跡なんでしょうね、きっと。ここの門扉は攻撃され、でもやっぱここら辺もなんかへこんでるな。どうなんでしょう。向こう側なんか緑がすごい茂ってる感じですね。相手はいないみたいです。綺麗な庭園って感じしていいですね。ここがだから第2代皇帝のメイメイ帝のお墓です。じゃあちょっと次は、第4代の方に向かおうと思います。